様です。新玉屋の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。今回は作家になるために必要な考え方の話をね、していくんだけれども、結構ね、こんなことで悩んでる人多いんじゃないかなと思うんだけども、みんなさ、上手くなろうと思ってね、次のステージに行きたくて、いろいろやってるんだけど、なかなかうまくいかない。で、理由は何かっていうと、モチベーションがね、続かないとかさ、目標設定してやってるんだけど、なかなか目標を達成できないとかね。で、そういったね、悩みって初心者とかね、ベテランとかに限らずみんな起きるわけね。僕だって起きるわけだし。で、この問題をね、解決しないと、やっぱりね、一皮向けれないわけさ。だって目標達成できないからね。で、どうやったらモチベーションを維持できるようになるのかとか、どういう目標設定をしたらクリアしやすくなるのかとかね、ちょっとね、そんな話を今日します。で、この話をね、理解することができたら、だいぶね、この向き合い方が変わると思うので、結構ね、今までどうしたらいいのかわからないっていうところがね、結構解決すると思うので、ちょっとね、そんな説明をしていきます。はい、じゃあね、本編に入るので、最後まで見てってください。はい、じゃあね、今日は、そのモチベーションの維持の話と目標設定の話をするんだけども、僕、よく言うのは、まずね、ゴールをしっかりと設定しようねって言うんだけども、これなぜかっていうと、行くべき場所が決まってないと進みようがないじゃない。なんか進んでても、それはたださまよってるだけであって、どこかに向かってるわけじゃないじゃない。でも、ゴールがちゃんと正しく、あそこに行きたいんだっていうことがあったら、そこに行くために何を準備しなきゃいけないのかなとかね、何をしていかなきゃいけないのかなとか、どれくらいかかるのかとか、いろんなことが見えてくるじゃない。で、それにのっとってずっとやっていけばいいわけで、ゴールがあるっていうことは本当にまっすぐしっかりと進んでいくことができるから、だからゴール設定がすごく大事なんだよっていうことを言ってるんだけども、で、まずはゴールを設定しよう。で、ゴールって何っていうと、まずね、何のためにやるのかっていう目的の部分でね。で、自分はどうなっていきたいのか、何のためにやるのか、だからそうなりたいんだっていう、この未来のあるべき姿でね、あるべき姿。例えば大谷翔平を例に挙げるんだったら、子供の頃から野球やっていつか絶対メジャーリーグでっていうあるべき姿をずっと設定してるんだね。だから彼はここに行くことができる。明確なゴールがあるから。このあるべき姿が未来の姿だよね。そしてじゃあ現状はって言ったら、今の自分の姿がここにあるわけね。今の自分で、今の自分はどうやって出来上がってるかっていうことを考えてほしいんだけど、今までやってきたことの結果、今の自分が出来上がってるね。今の自分の姿があるわけで、次はここに行きたいね。目的ゴール、あるべき姿で、このあるべき姿に行くためには、今までやってきたことと同じことをやっててもここには行かない。ここに行くためには、今までやってきたことと同じことじゃダメだから、全く違うことをやってここに行かないと絶対に行かないの。だからここに努力が必要になるわけね。で、これが大事で、僕がよく言ってるのは、このゴールを明確にめちゃくちゃリアルにイメージしてってよく言ってるんだけども、なぜそうやってリアルにイメージしなきゃいけないかっていうと、ここがね、ぼやけてると、なんとなくだから、なんとなくした進み方しかできないわけ。こっちの方向に行けばいいのかなと思って、明確なゴールじゃなくてよ、なんとなくこっちの方だなって進んだら、結局行かないじゃない。微妙にずれていくしね。そうではなくて、もう、よりリアルに、いつまでにこうなるんだ。これが必要だから絶対になるんだって強い信念を持って決めてあげる。するとだよ、変わろうとするわけね。これが明確。本来、例えば大谷翔平でいうと、メジャーリーグで活躍している自分が本当の僕なんだ、強く願ってたのね、彼はね。だからこれがリアルなの。イチローもそう、スポーツでも何でもいろんな分野で成功している人たちはもうほぼほぼそうだよね。このゴールを明確に設定してるから。サッカーの本田圭佑も有名な話よね。小学校6年生の卒業文集の時にちゃんと明確に、どこだっけ、ミラノの10番つけるんだったっけ言ってて、それを実現してるじゃない。だからここをしっかりとリアルに設定したら、それ実現する可能性がめちゃくちゃ爆上がりするの。
だって頭がそういう風になろうとするから。頭がそういう風になろうとするっていうことは体が動くから。だから明確に設定しなきゃダメ。で、これを明確に設定すると何が起こるかっていうとね、これが大事でモチベーションの話になってくるんだけど、人間のなんていうか機能っていうか、初めから備わってる機能として、本能の部分ね、本能の部分として人間ってこう違うことをしようとしたら危ないって思うの。なんでかって言ったら、これね、生存本能が関与してるらしいんだけども、要は今日ね、朝起きてご飯を食べて水飲んで安全なところで生活したら生き延びれるわけじゃない。だけど明日全く違うことをやってどっかよそに飛び出してって言ったら死ぬ確率少なからず上がるじゃない。だけど今日と全く同じことをやったら絶対に生き延びられる確率高いじゃない。めちゃくちゃ。だって今日生き残れたんだから、明日も同じことやれば生き延びれるっていう、その生物の生存本能が働くらしいんだけれども、つまり人は変わるのが怖いわけだから、同じ場所、同じやってきたことに戻ろうとするわけね。変わりたくないの、人は。でもとにかく戻ろうとする力が働くわけ、無意識に。これがモチベーションなんだって。これがモチベーション。よく言葉の中でね、モチベ下がった上がったとか言うじゃない。上がったとか下がったじゃなくて、モチベーションっていうのは発生するものなの。戻ろうとしてその時に起きる力のことがモチベーションなの。だからこの時は変わりたくないっていう自分に戻ろうとしてることにモチベーションが発生してるわけね。働いてるわけね。それは今の自分が心地いいから、どっかで変わりたくないからと思ってる。でちょっと大谷翔平とかね、本田圭佑とかの話に行くと、彼らはこれをより明確にリアルにイメージしたわけ。それによって自分の脳内で何が起こるかっていうと、ここが本来の自分であって、今ある自分は気持ち悪くなるわけ。今の自分に満足してないわけ。ここになりたいんだもん。絶対にここになりたいの。だから今の自分が気持ち悪いの。本来のなるべき自分はここなの。っていうことは何が起きるかっていうと、今の自分に戻ろうっていうふうにモチベーションが働くんじゃなくて、本来の自分はここなんだと。だからこっちに戻ろうとしてる。体で起きてることはまだ生まれていない自分の姿に戻ろう行こうとしてる。ここにモチベーションが働いてる。だからゴールを、なりたい自分をより明確にすることで、絶対にそれが本来あるべき自分の姿で、今いるのは俺は偽物なんだ、俺は絶対にこうなれるし絶対になるんだってなると、モチベがここに働くわけ。そこまで強く願ってないと、なんとなく本当は今の自分がどっかで心地いいからここに戻ろうとして、モチベーションは今の自分に戻ることに力を使っちゃうわけね。わかる？言ってること。だからこれをより明確にすることでモチベーションはこっちに働くの。でこれが強ければ強いほどずっとここに戻りたいから、その力を利用していろんな挑戦をしていくのね。これになるために。これがモチベーションが形的に上がるだよね。で下がるっていうかね、戻るなんだけれども、これが起きてるわけね。これの感じ方の違いなのね。モチベーションをしっかりと維持するためには、しっかりとした明確なゴール設定が必要ですよっていう話がまず一つ目。じゃあ次ね、目標設定の話と、どうやったら効率的に設定した目標をクリアしていくことができるかっていう話をするんだけど、まずね、これね、なりたい自分、ゴール、目的の話でね、モチベーションが働くところで、まずここに行くために全てはやるんだからね。で、ここが明確になればなるほど、いつまでに何をどうやってで、いろんなものが見えてくる。ここに行くために今の自分に足りないものは何か、それは手に入れなきゃいけないわけじゃない。準備しなきゃいけないわけじゃない。例えばね、単純に今回だってね、ゴールデンウィークとか旅行に行こうと思ったら、事前に計画してディズニーランドに行きたい。じゃあディズニーランドに行くために飛行機のチケット取らなきゃいけない、何しなきゃいけない、ホテルの予約しなきゃいけないって、いろいろゴールが明確だから、それまでにいつまでに何をやっておかなきゃいけないかって見えて、普段みんなそうやってやってるわけね。それを改めてしっかりと自分のなりたい自分を考えるときにそれをやらなきゃいけない。
普段みんなやってることなの。だから別に特段難しいことでも何でもないよね。だけどそれをいざ自分の夢を叶えることとかそういうことになってくるとそれをやらなくなっちゃうのね。だからそれをちゃんとやろうっていう話なのね。でまずはゴールを明確にしましょうっていう話と、でそれが明確になったら何をやっていかなきゃいけないのかっていうのがこう出てくるから、もちろんこれにも優先順位があるからね、その優先順位考えて入れ替えたりするんだけど、これが目標なわけさ。これも目標だから、ゴール目的は一つなんだけど、そこに至るまでに設定する目標っていうのは複数あるの、いっぱいあるわけ、いっぱい設定していいわけで、これをより具体的な目標であればあるほどクリアしやすい。そして一つ一つ確実にクリアしていくからゴールにたどり着くっていう話ね。この設定の仕方が悪いとなかなかね、この一つの目標をクリアできなくなっちゃうのね。これ階段に例えたらちょっと分かりやすいんだけれども、階段だとさ、一段一段クリアしていけばいいのに、間が抜けてるとさ、いきなり2段飛ばし3段飛ばしになっちゃうじゃない。これ実際に自分の体で本当に3段飛ばしするってめちゃくちゃ大変じゃん。それと同じことが起きてて、なかなかこの目標に行けない時ってで、長くねつまずいてる時っていうのは、実はここにもうちょっと小さな目標設定しといた方がクリアしやすくなる。だからそういう時は一旦ちょっとね、これのチャレンジしてて、あまりにも時間かかるんだったら、これ行く前にちょっとやれることないかなって、本来っていうのをちょっと探してごらん。すると、あ、まずはこれやってから次これだねっていう風に順番が見えてくるから、それをこうやっぱりしっかりこう、まずここができてるとそれがもう見えてくるんだけど、やっぱりそれができてないっていうのはもうこれが全てのね、原因なんだけども、やっぱり明確なゴールを設定してないとこれは見えてこないから、ぼんやりとしか。だからやっぱりこれを明確にすることでここも明確に見えてくるから、まずはこれを明確にしようして目標を設定していこう。2段飛ばし3段飛ばしするような目標設定じゃなくて、確実に小さく積み上げていく。これがすごく大事なことで、こうみんながこう成功体験ってすぐ大きな成功を得ようとするんだけど、大きな成功とかっていうのは別にどうでもいいのね。結果論でしかないから。すごく大事なのは目の前の小さなことを、今の今までできなかったことが、ほんのちょっとしたことができるようになった。これがこのちっちゃな成功体験の積み重ねが大きな成功になって、やがてそれが大きな自信になるだけの話。全て結果論でしかないの。でその結果を出すためには何度も何度も繰り返すけど、やっぱりこれを明確にしておいて、そこで見えてくる目標っていうのをしっかり設定してあげて、それを急がずに小さくコツコツと、もちろんねいつまでにやらなきゃいけないというケツは決めるんだけども、それに合うように設定して一つ一つ確実にクリアしていってあげるっていうことをね、やってあげる。するとモチベーションがここに働いてるから、モチベーションをずっと維持できてるし、で目標やるべきことももう決まってるから、あとはそれを淡々とこなすだけで、これがしっかりとできてないから気持ちだけが焦って、なんとかこう手を動かしたらうまくなるんじゃないかとかね、疲れてんのに無理して頑張ってなんかね練習してみるとか、もうそんなことはしなくていい。ここさえしっかりできたら、疲れてる時は効率落ちるんだから、しっかり休むっていうことも大事。休むことも能力を上げるために必要なことだからね、しっかりとね。はい、というわけでね、ちょっといろいろ話したんだけどね、大きく今日伝えたいのは2つね。モチベーションを維持するためにはどうしなきゃいけないのっていう話で、モチベーションを維持するためにはしっかりとなりたい自分、これをね、ほんとめちゃくちゃ明確なゴールをしっかりと自分の中で作ること、明確に見ること、めちゃくちゃリアルなビジョンにすることね。なりたい自分、なっている自分だね、それをめちゃくちゃ想像する。でそうなるために今の自分に何が足りないんだろうって見えてくるよね。そしてそれをいつまでに成し遂げたいんだろう。じゃあいつまでに何をどこまで、何を手に入れて何をどこまでできるようになって、いろいろ見えてくるじゃない。すると淡々とやっていくだけだから、モチベーションが下がることなんてないの。だってこれになりたいんだから、ずっとここにモチベーションを働き続けるわけだから。でその確実に近づいていくために目標設定をするんだけども、この目標が大雑把だとなかなか一個一個がクリアしにくくなるから、もう少しコンパクトに作ってみたらっていう話ね。でみんな大きな成功体験を求めるけど、そこが大事なんじゃなくて、目の前の小さなこと、ほんのちょっとのこと
昨日できなかったことが今日できるようになる。これが大事。めちゃくちゃ成功だよ。ちっちゃな成功かもしれないけど、これが大きな一歩なの。このほんのちょっとの差をバカにしないでほしいの。何もしない人はこのまま同じ方向にずっと行くけど、ほんのちょこっとでもいい。たった一度の成功。でもそれはやがてこれだけの大きな差になるんだからね。その小さな成功体験をどんどん積んで自信をつけていくかで、なれる自分っていうのはここのものなのか、ここのものになれるのか、全く違うものになるからね。だからとにかくどんなに小さなこともバカにしないで、しっかりその小さな成功をやっていく。でそれを自分でしっかりね、自分自身で褒めてあげた方がいいよ。すげえ、私昨日までこれできなかったのにちょっとできるようになってるじゃん。これがすごく大事なの。めちゃくちゃ自分をなんていうかな、肯定してあげるっていうか、褒めてあげるっていうかね、これは本当に大事で、それを見てると頑張ってたらまた誰かどっかでね、すごい上手くなったねなんて言ってくれるじゃない。それはまた一つの自信になったりするじゃない。そうやって自分を大切にしながらモチベーションを働かせて目標設定をしていくといいよっていう話でした。このほんのちょっとの成功体験、これをね大事にしてください。はい、というわけでね、今回はモチベーションの考え方の話と、あとゴール設定が大事なんだよっていう話、そしてそのゴールがあるとしっかりとした目標設定ができるんだよっていう話、あとね、その小さな成功体験を積んでいくことがすごく大事なんだよっていう話をしました。なんでね、結構これも本当になんかね、難しくみんな考えちゃうんだけど、さっきの話の中でも言ったけれども、みんな当たり前に日常でやってること。例えばさ、旅行に行くんだったらチケット取ってね、ホテル取って何してっていつまでにしなきゃいけないなってみんな予定立てて計画通りに進むじゃない。だからそれをしっかりと自分の人生でもやらなきゃいけないの。なぜかすごく一番大事な自分の人生、それをやらない、設計しない、計画しないっていうかな。それを計画できている人がなりたい自分になれてるから、ぜひね、そんな風にやるとね、いいんじゃないかなっていう話でした。はい、そんなわけでね、今日の話はここまでです。ためになったと思ったらね、いいねボタン。であとね、何か意見ね、あればね、どんどん言ってきてください。僕もね、答えれる範囲でね、必ず絶対みんなには答えてるのでね。はい、最後まで見てくれてありがとうございました。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。